電子工作レーザーでプリント基板を作ってみたセブン。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。ケースの外観、摂津金属工業社製 CA80W200W180D80H です。前後パネルと底板は一体で 1mm のアルミ製です。天板と側板も一体で、こちらは 1mm の鉄製です。底面にはゴム足がついています。ゴム足は 10mm です。ケースの加工開始。ケースの形状です。非常に簡単な作りですが、ゴム足もあってよくできています。蓋とビス4本で止まっているだけです。蓋も箱体も1枚板を折り曲げただけの簡単な作りです。板厚は薄いので軽いです。その分加工には注意が必要です。同じ作りなので前後はないです。パネル用のシールです。レーザープリンター用のこれを使っています。切り抜いて加工と表示に使います。シールを貼り付けました。墨出しをしないで穴あけができます。アルミカットと穴あけ。各所に穴あけと切り込みを入れました。八角形の辺は事前にカッター目を入れています。この方法は以前に動画で紹介しています。板厚がないので簡単です。これを繰り返します。カッター目が浅いと周りに歪みが生じるので慎重に行います。ヤスリで針の除去や断面を整えます。もう片側も同様に繰り返します。上側はパネルが最も曲がりやすいので気を配ります。終わりました。メーターを当ててみます。
針をもう少し調整する必要がありますね。スイッチの部分も同様に行います。この角穴も以前に紹介しています。説明欄にリンクを掲載します。開口部がささくれているように見えますが、表面保護ビニールのせいです。だいたい形が整いました。各部品を順次取り付けていきます。バナナプラグも使える端子です。ロータリースイッチです。メーター以外はシールを貼ってからの取り付けです。イメージが確認できたのでシールを貼って完成します。スイッチは穴が大きいとぐらつきますが、具合は良いようです。レーザーファイルの作成。彫刻用の図面ができたらプリンターを変更してキューブ PDF を呼び出します。再度印刷を押して変換画面を起動します。ファイルの出力先と名称を変更します。続けてファイルのタイプと解像度を変更して変換を押します。フォトが起動してファイルを表示するので簡易にトリムします。これで保存します。レーザーグリルを起動して先ほどのファイルを呼び出します。ファイルが開いたら簡易トリミングの状態ですからトリミングします。自動で図面の大きさにトリミングされました。画面のように設定していきます。詳しくは覚えにまとめました。この画面の後に表示されますのでそちらをご覧ください。すべて設定したらクリエイトを押してから NEXT を押します。設定したオフセットで彫刻画面が表示されます。機械と接続してスタートを押せば
彫刻が始まります。終わりました。カーボン転写方式より直線が鮮やかなので気に入っています。ファイルを保存しておきます。カットファイルの作成。カット用の図面です。穴は同白面で止まりますが、板側に穴を開けておきます。同じようにキューブ PDF を呼び出してファイルを作っていきます。ファイルを保存したらレーザーグリルを起動します。設定方法はこの後のまとめをご覧ください。カットが始まりました。線をなぞるだけですので1分ほどです。ミニドリルを使うとどうしても位置がずれるのでこれが良いと思います。同じようにファイルを保存しておきます。レーザーグリルファイル作成覚え。彫刻とカットファイルのまとめです。完成と試運転。パネル面にシールを貼りました。これで完成です。しばらく外観をご覧ください。これは以前制作した DSN-VC288 です。デジタルでこの大きさで能力は上です。今回の作品は分流期のお勉強みたいなものでしたがいかがでしたか。さて動作試験をして動画を終えたいと思います。ダミーで 200mA を流してレンジの各電流値をチェックします。レンジは2倍で 100mA を示しています。レンジを変えると0で200、3倍で66、4倍で50、5倍で 40mA を示します。
ご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。